アブドゥッター・ブン・マスウード、アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれがカーバ神殿の側で立って礼拝をしておられた時のことです。クルイ種族の男たちが集会所に座っていました。すると、彼らの一人が言いました。見えっ張り、礼拝をしている預言者のことを見ろ。誰か、あそこの家で屠殺されたラクダの死骸のところへ行き、その糞、血、そして胎盤を取ってくる者はいないか。あいつがサジダ、平服をするまで待ち、それをあいつの両肩の間に乗せてやるのだ。すると、彼らの中で最も邪悪な男が立ち上がりました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがサジダをされたとき、男はその汚物を預言者の両肩の間に乗せたのです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはそのままサジダを続けられました。男たちはそれを見て、互いに寄りかかるほど大笑いしました。ある者が、当時まだ幼い少女だったファーティマ、彼女の上に平安あれのもとへ知らせに走りました。彼女は急いで駆けつけました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがじっとサジダを続けておられる中、彼女は汚物を取り除き、男たちに向き直って彼らを厳しく叱りつけました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは礼拝を終えられると、こう仰いました。アッターよ、クルイ種の者たちを、お裁きのためにあなたにお任せいたします。これを三度繰り返されました。その後、名を挙げて仰いました。アッターよ、アムル・ブン・ヒシャーム、アブー・ジャハル・ウトバ・ブン・ラビーヤ、シャイバ・ブン・ラビーヤ、アル・ワリード・ブン・ウトバ、ウマイヤ・ブン・ハラフ、ウクバ・ブン・アビーム・アイト、ウマーラ・ブン・アル・ワリードをお裁きのためにお任せいたします。アブドゥッダー伝承者は言いました。アッターにかけて誓うが、私は彼らがバドルの戦いの日に打ち倒されているのを見ました。彼らはその後、バドルの古い井戸へと引きずり込まれていきました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは仰いました。井戸に投げ込まれた者たちには、呪いがつきまとうであろう。サヒーフ・アルブハーリー第520番。ハディースの解説。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれは、多神教徒たちから激しい迫害を受けました。主のメッセージを伝え、宣教を広めるために多くの困難を耐え忍ばれましたが、それは彼らがいつかイスラームに導かれることを願っての、アッターのための忍耐、サブルでした。解説の内容。アブドゥッター・ブン・マスウード、アッターが彼を喜ばれますようには、クルイ種族の不信者たちが預言者、彼にアッターの平安と祝福あれに加えた屈辱的な嫌がらせの一場面を伝えています。預言者がカーバ神殿で礼拝をされていると、一人の男が、見えっ張りを見ろ、と嘘の誹謗を口にしました。さらに彼らは、屠殺されたラクダの汚物、糞や胎盤などを、預言者がサジダ、平服をした瞬間に両肩に乗せるという暴挙に出ました。実行したのは、瞳の中でも最も邪悪なウクバ、ブン・アビー・ムアイトでした。彼らが大笑いする中、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは動じることなくサジダを続けられました。当時まだ幼かった娘のファーティマ、アッターが彼女を喜ばれますようにが駆けつけ、汚物を取り除いて男たちを叱り飛ばしました。礼拝を終えた預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、アッターに彼らのお裁きを委ねる祈り、ドゥアーを三度唱え、主犯格の男たちの名を具体的に挙げられました。その後、ヒジュラー移住から2年目のバドルの戦いにおいて、名を挙げられた者たちは全員戦死し、その死体はバドルの古井戸、カリーブに投げ込まれました。これは預言者の祈りが聞き届けられた明白な奇跡です。ハディースから得られる益と法学魔と教訓。礼拝中の接触。礼拝中に女性が男性に触れたとしても、この場合、娘のファーティマが汚れを取り除く際に触れたように、それだけで礼拝が無効になることはありません。特定の個人への呪い、ラーナについて、学者の間では意見が分かれますが、特定の個人、未信者や罪人を名指しで呪うことは避けるべきという説が有力です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれも後にそれを禁じる啓示を受けられました。ただし、泥棒にアッターの呪いあれ、利息を貪る者にアッターの呪いあれ、といった行為に対する一般的な呪いは許容されています。特定の個人がイスラームを激しく攻撃し、そのものを呪うことが周囲への警告や抑止力になる場合に限り、許されるとする意見もあります。預言者の忍耐と道徳、どれほど過酷な状況でも礼拝を完遂された預言者の忍耐強さと、アッターへの深い信頼が示されています。正当な権利の主張、報復小格好割りコロンもし誰かに罵られた場合、同じ程度の言葉で言い返すことは、道外報復、ヒサースの権利として認められますが、
それを超えて罵ることは、不義、ズルムとなります。しかし、最も優れた道は、許し、アフルを与えることです。アッターは仰いました。だが寛容に許して和解する者には、アッターから報奨がある。相談章40節。